それでは今から、富田勲さんのレクチャーを始めます。ですね、富田さんよろしくお願いします。こちらこそよよろしくお願ろしく。いします。ここに来てる方は海外の方が多くて、その富田勲さんの名前を知ってる方、その音楽を知ってる方、たくさんいらっしゃると思うんですけれど、あの、日本で生まれ育った僕ら日本人にとっては、富田勲さんっていう方は、そのエレクトロニックミュージックの、作曲家以前にですね、テレビドラマであったりとか、あるいはそのテレビアニメ、そういったものの音楽を日々、富田さんの作曲だと意識せず聴いて育った人はたくさんいて、僕自身もそうなんですけれど、あるいはその本当にコマーシャルの音楽とか、ものすごくたくさんの音楽を作られてきた方です。で、その方がでも、その60年代末にですね、急にそのエレクトロニックミュージックの世界に行かれて、というのはそのモーグシンセサイザーをほとんど日本ではもちろんその日本で買ってる人なんていない状態だったんですけれども、購入をされて、そしてそこからそのエレクトロミュージックの世界に進んだということが、まず日本人の僕らにとってもものすごく興味深いことだったんですけれど、そのエレクトロニックミュージックにまず惹かれた理由というのをお聞かせいただけますか。それはですね、彫刻や絵画の世界と違って、音楽を、例えば非常に大きなスケールの音楽を作ろうとして、オーケストラを使いますね。ところが、オーケストラの楽器というのは、モーツァルトの時代からワグナーの時代、この100年の間に、もう改良に改良され尽くして、もうこれ以上のものがありえないところまで来てしまったために、おそらくオーケストラの楽器はもうホルンにしろ、トランペットにしろ、バイオリンにしろ、それから木管、フルートですね、なども改良の余地がない。だから、ワグナーの時代から今までそんなに楽器変わってないと思うんですよ。それで僕は最初シンセサイザーっていうものは知らなかったもんですから、主に NHK の仕事をしてたんですが、特にその、ラジオの2つの第一放送、第二放送、2つの電波を使ってステレオで放送するという、僕はまだ20歳そこそこだったんですが、番組が始まって、僕はそれまでモノラルだったのがステレオになったということで、しかも自分の書いた譜面が100人近いオーケストラで演奏してくれて、それでしかもステレオだっていうことにものすごく惹かれたんですね。そういう夢中になったんです。でもね、これ日本だけかもしれませんが、4、5人の編成の曲を書いても、100人近いスコアのあれ書いても、ギャラはあんまり変わんないんです。だいぶ苦労しましたけれどもね。でも、とにかく、そのステレオでオーケストラの大編成ということで、非常に興味を持ったわけですけれども、ただ、オーケストラの色彩、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、それからトランペット、ホルン、トロンボン、テューバー、この中から音色を選んでオーケストレーションするわけですね。なので、それに対して絵の世界だとか彫刻の世界はもうそんなこだわりはなくて自由なんだと。金粉を絵の原料に使おうが、石炭柄を粉にして絵の原料に使おうが、なんだっていいわけですね。ところが音楽はそれはできない。で、自分で例えば特殊な楽器を発明して、それを演奏者に演奏してもらうにしても、バイオリンだって十何年の練習をしなければプロになれない。で、それを一体誰がやるかですね。だから、そのやりようがなかったということで、だけどなんか違った音色で、何か音楽を作ってみたいと、そういう、なんていうんですかね、オーケストラのアレンジに行き詰まってしまったという時に、モーグシンセサイザーというものがあるという情報を、
それがアメリカのバッファラのなんかノッパラの真ん中で作ったとかっていうね、話を聞いて、それで矢も盾もなく、つまりこれは俺の音がこれによってできるんじゃないかと。で、その自分の音ができるんであれば、そこでもってその既成概念にとらわれないその音楽ができるという、それとね、半分なんか自信があったんですよ。全くその根拠はないんだけれども。で、それでそのモーグシンセサイザーを入れた次第なんです。それを入れた当時というのは、まあその皆さんもご存知だと思うんですけど、そのいわゆるモジュラーシンセというやつで、そうですね。パッチでこうコードでつなげないと音色が合奏できないという、今じゃ考えられないものだと思うんですけれども、一つの音を作るのも大変な状態で、それでしかもマニュアルがない。そうね。電子機器ですから、それぞれのモジュール一個一個がどういう働きをするかという説明書しかなかったんで、やっぱりまあ今のそのシンセサイザーを買うと、これはフルートの音ですとかホルンの音ですとか、もうボタン一つでその音が出てきますよね。ところが全くそれはもっと遠い話で、いろんな、それはあなたがモジュールをいろいろとコードでつないでボリュームで調整して、それで勝手にしなさいという感じのものだったんですね。それを目の前にして、その富田さんは何をどういう音を作ろうと思ったんですか？いや、そこまではね、とにかくモーグシンセサイザーについての知識っていうのは全然なかったんで、こうどこからどういうふうにそれを使っていいのか、指導者もいなかったし、また参考にするものはワルタ・カーロスのスイッチトーンバッハオンリーなんですよ。それでもって一つの音楽にしたという LP がですね。だから相談する人もいないし、大金はたいて買ってしまった。それほど僕は多くのギャラをもらっているんではない。まあ大体日本の作曲家ってあんまりね、お金の入ってくる人っていうのはAKB48 ぐらいの曲を使わないと、ここにレコード会社の方いらしたんだけどもまあとにかく苦労しました。でこれは大変な、使えなければ鉄くずをアメリカから輸入したことになるでしょう。しばらく真っ青になってましたね。でもね、やっぱり根が好きだからいろいろいじってる間に何かこうポッポとこう明かりが見えてくる、光が見えてくる。だからモーグシンセサイザーを扱うについて結局はその自分の根性というか執念というか、それでなんかだんだん神様が与えてくれるんですかね。あんまり夢中になってる。少しはなんかヒントを与えてやろうみたいな。それで一つの音ができるとそれと関連して別の音ができてくる。それはもうあくまで自分流ですけどね。それである程度その操作ができるようになった段階で、じゃあこれで一つレコードを作ってやろうということで、まあね、あの頃の経済は大変でしたね。ただ珍しいからそういうシンセサイザーっていうのが他になかったんで、 CM コマーシャルの音楽なんかにはとか、SF 小説そのドラマ、宇宙のものとかはどんな音を出しても監督が喜んでたという、そういう楽な方にも使えて、でこれはお金にもなったんですね。何を話せばいいんでしたか。その時に、何かの音のその描写をすることにすごく力を入れたじゃないですか。要はその時代70年代の頭っていうのはまだその電子音楽っていうのは一部のすごい実験的な現代音楽の中でも実験的なところでしか使われてなかったもので、それからだんだんこうポピュラー音楽の世界に入ってきたわけですけど、でしかもそういう使われ方っていうのはこう抽象的な音。いや僕はね、富田さんの場合は初めからこう何か自然音を例えば描写するとか、そういう世界でしたよね。
だからね、よくあの頃の前衛的な音楽を聴くと、わからないんですよね。こう体にこう入ってこない。それはもう電気だから、無機的な電気使うから、そういう音しか出ないんだっていうふうにね、みんな。だからそれでもって情感を込めたような音を作るっていう考えが土台間違ってるんだ、みたいなね、ところがありましたけれども、ただ、やはり、バイオリンは馬の尻尾と、それから羊の腸をこうすり合わせて、あの音が出るわけです。まあ、音はね、今はまあ、高低線とかいろんなものが使われるようになったんですけども。で、電気っていうのは自然のエネルギーなので、で、バイオリンという形を人間の知恵で、ああいうふうに加工してその楽器を作った。フルートもみんなそうですね。で、打楽器もそうです。だから電気がこれだけ日常生活の中に入ってきたんだから、その電気を使った音楽というのが出てきて不思議じゃないし、なんでこれが無機的で血のつながってない音楽だとかなんとかっていうことを散々悪口言われましたけれどもね、まあ、何がでしたっけ。じゃあちょっと今日はですね、サラウンドのシステムを入れていただいてて、そうそう。はい、それで富田さんが一番初めに作られた月の光、これの中でちょうどあれですよね、シンセサイザーで口笛、口笛っていうのは結構富田さんの作品でたくさん現れてくるじゃないですか。実際に口笛吹いてるんじゃなくて、それはシンセサイザーで鐘の音ね。あと鐘の音ですね。それをちょっとまずそうですか。システムで聞いていただきたいんです。で、なぜその自然音の真似をしたのか。で、そんなね、存在している音を真似するぐらいだったら、その音を使っちゃった方が早いじゃないか。これだけの装置を使ってね。ただね、僕は絵を描く友達がいて、で、その彼から聞いたんですが、意外とその前衛的な絵を描く人の中に、デッサンのできない人がいる。つまり、ピカソなんかは、よく人物が描いても、もう、実に素晴らしい絵を描くでしょ。それが写実的であってもね。で、それはやっぱり、デッサンする力があるから、なんていうんですかね、今まで見たことのない、そういう映像も、自分の心とか頭の中のものがデッサンできるから、そういう絵ができてくると。で、なんか自分の中から出てくるその音ですら、デッサンができない人たちがいるんじゃないか、という疑問を持ったんで、じゃあまずは何か、とにかく手がかりが何にもないですから、実在する音の真似、そこから始めたんですよ。手本にするのがない、音のデッサンっていうことですね。それがこの口笛の音、ピンクノイズでパーッとその吹く音です、それを聞いていただきますね。それとチャイムですね。チャイムは倍音の音を。ちょっと音出します。これです。これ。ピンクノイズです。これは単なる。それを刻みます。こういうふうに。まあ SL の描写なんかよく使いますよね。SL 機関車はね。ところがだんだんこれを共鳴させる VCF を使います。それをだんだんレゾナンスを上げていく。そうすると笛の音になってくるわけですね。これに残響をつけますね。まあこういう音に変化をすると。次がチャイムの音です。倍音を見ます。オシレーターで、隣のオシレーターも一緒に一つの倍音。これが多分基本になるチャイムの音の一音は多音の集合体ですからね。だからそうやって混ぜてみて、これを叩いた感じに切るわけです。
それで一つの曲を作ってみたんですね。ドビュッシーのアラベスクですね。はい。これはそのドビュッシーの曲をそのベースにはあるわけじゃないですか。ドビュッシーだったのはなぜだったんですか？ドビュッシーはですね、ワルダー・カーロスがバロックを取り上げたことに対する対抗意識ですね。いや、結構売れたんですね、レコードも。それで、バロックとかバッハっていうのは線画的な描き方ですよね。音色は何であっても、なんか、どんな音でももう形になっちゃう。それでドビュッシーっていうのは色彩、その和音とか、そのメロディーよりも、その色合い、フランス印象派の、まあ、曲ですから、それでドビュッシーを選んだ。なるほど。ワルダー・カールソンの対抗意識ですよ。対するね。でも結果的にはワルダー・カーロスよりも売れたんではないですか？いや、それはちょっと分からないです。分かんないですか？富田さんは前にその、まあ、いわゆる日本のその戦前から活動されている音楽家の人はみんなそのラジオをそのいわゆる日本というのはそのアメリカの進駐軍というのがいて、そこからのそこの軍隊が走ってたラジオで海外の音楽に触れて、その経験から音楽活動を始めたというのが、まあ多くのその日本の音楽家の方はそうなんですよね。戦時中は西洋音楽は禁止でしたからね。聴くことも演奏することもね。その中でただ富田さんは多くのその日本人の音楽家っていうのはジャズにすごく影響を受けた人が多かったんですよね。でもその中でも富田さんはクラシック、しかもストラヴィンスキーに影響を受けたっていう話を前されてましたけど、まあ当時はストラヴィンスキーだとかラベルがクラシックと言えたかどうか、新しい音楽ですよね。クラシックという意識はなかったんですかね？いや、あんまりそういうこれがジャズだとかこれがクラシックだとか、大体そんな意識をするほどの音楽に接してないですから、とにかく戦時中は全部文化一色でしたからね。学校でも文化、なんか僕は文化っていうのはまあいいものもあるけれども心に残らない。なんかこれが音楽だとは思えないし、文学隊のブカブカドンドンというブラスバンドですか、オールユニゾンでリズムの悪い太鼓で街を練り歩く。いや、僕はあれ音楽だとは思ってなかったですね。ところが音楽らしいものが聞こえ出したのが、その日本はまだ勝ってるっていうわけね。大本営ではそういうことを言ってるんだけれども、どうもやっぱり名古屋岡崎空襲がありましたんでね、いつ空襲されるかわからないから空襲警報を聞くためにラジオをつけっぱなしにしてたんですよ。そうしたらね、聞いたこともないような、今で言えばどっかの宇宙の惑星人が持ってきたような音楽って言いますかね、もう日本の文化と全然ハーモニーの進行も違うし、リズムも違うし、で何なのかなこれはなんてね。しかも超波ですから電波が、今もう超波なんて使わないですよね。それでその中に混戦いっぱいしてくる中に混じってくるんですよ。それは軍隊をその兵隊たちを慰安するための移動放送局がついてきてるわけですよね。ということは日本勝ってるって言うけど、結局はで政府は聞くなっていうわけでしょ。そういうのね。聞こえちゃうんですよね。別にこっちは聞きたくて聞くわけじゃない。空襲警報の警報を聞くためにラジオをつけたら聞こえてきてるわけですからね。でそれをより分けるほどのラジオに精度がないから本線に、それからですよ。
こんな音楽は世の中にあったのかと、うん、それは長くなりますが。はい、大丈夫です。せっかくですからちょっとこちらの曲もかけて、曲というかそのサラウンドのシステムで、さっきのその口笛の発展系といいますか、あれですよね、ロケットの音とか。いや、これかんなく。いやいや、ひよこのせっかく出てるから、そっち映ってますか？映ってるますかね。パンナそっち映していただけます？映ってます。映りましたか。これが、こっちのパンナがひよこです。それから真ん中がドラ猫。そのひよこを食おうと狙ってる、猫がこのパンナの中にいます。それからそれを守ろうとする親鳥ですね。それをなんかこう言いながら守る。それがこれです。じゃあまず順番にちょっと聞いてみましょう。まずひよこですね。すべてサラウンド、ね。そう。それでね、これが前の左。はい。これが前方のフロントの、はい、右。これがリアの左ですね。で、これがリアの右と。で、じゃあひよこだけをとにかく動かしてみましょう。どこしてますか？これね。こういうふうにパンダが動きます。で、その次がドラ猫ですね。それを食おうとする猫。これは猫。それから親鳥。こう守るんですね。で、これを3つ合わせますね。後ろの方も走りますので。いや、助かったという。ちょっとこれ消してくれ。Windows。それでその次に、もう一回今のページ出して。今、その中のね。こっちの方はグラフが書いてあるから。グラフ。ちょっとこっち出せ。これだ。で、これが要するに X 軸、Y 軸で、どこにそれぞれが行ってるか。これ一番上がひよこで、それからドラ猫。時々こう飛びかかってくるんで、時々動いています。で、これが、親鳥ですね。で、こうなってるっていうのは、どっちかが、右の方に寄りながら、なお、後ろから前の方へ行くという、指さしたってわからないな。これですね。このところは、前後の移動もするという。ちょっとこれで、これドイツのヌエンドという装置です。もうこれは
つまり普通のステレオじゃなくて初めから、サラウンドを前提に作られてるというそうですね、ことですよね。富田さんがそのサラウンドに惹かれるようになったのはなぜなんですか？電子音は平面的だって言われてた時期があって、はい、要するにそのモーラーでもやっぱりバイオリンとかやっぱりそのチェロなんかは奥行きがあると、みんな平面的だって、なので、それに対抗してそれなら後ろの方まで音を回してやろうというね、なんかそういうことですね。それと僕らはやっぱり日常生活しててもサラウンドで音を聞いてるわけですよね。前とか後ろとか。だったら自分たちがその日常生活で聞いてるような音の、その音でその音楽は聴けないだろうかということで、こういうことをやったわけですけれども、やっぱり自分の作ったものを単なるステレオで聞くと、なんか縮小版を聞いてるみたいにね、なんかこんな感じになるんですよね。やっぱりこう奥行きがね、あった方が、それで川口洋一郎さんという、コンピュータグラフィスの、ちょっとなんか前世紀の遺物みたいな、遺物がこういうところに現れたっていうような感じで眼鏡もう一つつけます。これ消して、そうするとね。これでも富田さんの画面とかを見られるのは貴重ですね。あまりお見せしないという話を聞きました。そうですよ。こんな二重に眼鏡がかけてね、こういうのを見るっていうのはもうちょっと人生が終わりに近づいてるというね。これは原作はプロコフィエフのバイオリンコンチェルトなんですが、こんな風にアレンジをしてみました。で、いいか。アサインが違う。なんかサラウンドの場合、アサインがいろいろありまして。ここ本当は会場的には真ん中で聞くと一番いいんですか？そうですね。でもどこにいても楽しくは聞こえるようには考えてますけれどもね。女神の声のような感じですね。モーグシンサイザーで作りました。これを下ろして絞ってあれをね。ボリューム絞る。消しちゃって。そこで止めてまた上。どうも失礼しました。例えばこれはどのくらいの時間を使って音色作りをしていくんですか？人間の声を真似したのっていうのは割とボカリーズの場合は簡単にできるんですよね。それ1日やれば十分で。
で問題はその背景の音のいろいろこうピロピロした音とか、なんか、川口さんのコンピューターグラスそのものがなんか地球離れをしたどっかの惑星みたいな感じがしたので、それを表すための背景はまあいろいろ作りましたけど、ね、やっぱりそうだな、1週間はかかりますね。その音を決めるために何回も何回も録音したりとかするわけですか？いや、今はもうこういう、パソコンがありますからね。昔はテープレコーダーでも、で、何回も重ねてると、ヒスノイズが入ってくるんですよ。ところがね、これでね、だからストリングスは、多少フィルターも変える。それから、なんか、なんていうかな、ピッチも変える。そういうふうにして厚みを出していくんです。何回も重ねてね。ところがね、これでノイズがないから、全然その厚みが出てかないんですよ。ところがテープレコーダーのテープっていうのはね、テープ質っていうのはね、なかなかノイズリダクションを外して何回こう重ねるとですね、シャーっていう音が、バイオリンもこう弾くとね、やっぱりシャーっていうのが入りますね。だから、結構迫力のある音が出るんです。で、それ発見してね、だから弦の音を作るときには、その無音のところだけは、なんかノイズリダクションを使って、あとはもう外したままにして、それでわざわざテープノイズがそれに混ざるようにして、音を作りましたけどね。今のじゃあ逆に言うとノイズがなくなっちゃったデジタル環境っていうのは便利ですけどどうなんでしょうか、富田さんからすると。いや、なんか、薄氷を踏むみたいに、だからちょっと足に力入れたら穴が開いちゃうんじゃないか、なんか透明なね、なんか感じがして、でも、カンナ君です。で、彼が僕が、あれ、いくつの時から指導したんだっけ？中学の時か。かなり優秀です。で、まあ、今独立して、初音ミクのね、ボーカルをね、担当したりして、いや、僕も、じゃあこれをかけましょうか。初音ミクの。銀河鉄道。銀河鉄道のやつをじゃあちょっと。で、何の話から君、あれしたんだっけ？だからだんだんね、年取ってくるとボケてくるんですよね。まあ、これは初音ミク、初音ミクというと、ブルーレイなんで頭出しにちょっと時間かかる。で、5番だったかな、銀河鉄道。はい。で、これはですね、初音ミクというアニメなんですが、同時に音楽に、指揮者にテンポを合わせて踊って歌ってるんです。で、これは、まあ彼がノウハウしてますけどね、指揮者がいるんです、これには。銀河鉄道の夜でいいんでしょうか。そうそう。はい、じゃあそれを出してください。初音ミクも出てくるんで。ちょっと小さいな。あんまりいじらなくていいかな。
じゃあ絞りましょう。絞れるね。音は向こうで絞ってもらう。ももうちょっと。う完全に平気。はい。これはまあいわゆるボーカロイドで、そうですね。電子的にまあ声構成したものですけど、まあいわばその富田さんが昔やられてたことの現代版っていう形ですよね。そうですよね。でもやっぱり嬉しいのは初音ミク、これが生のオーケストラ、生の合唱、もちろん指揮者に合わせて歌うというのがね、今まで不可能だったんですよ。これが実現できた時には本当に嬉しかったですけれどもね。まあ神田君はボーカルと何をやったんだっけ。あ、タップね。ちょっとそこに入るとちょっとややこしくなっちゃうかな。はい。まだ時間があったらね。このような形のプロジェクトをやるようになったきっかけは何だったんですか？結局僕はモーグシンサイザーにこうのめり込んでいろんな音を出した。それからまあそれだけじゃなくてオーケストラもやってましたから、オーケストラとそのシンサイザーとモーグとの融合とかってことをやってた中の延長として、まあこういうのが非常に僕は興味が持てたんでやりましたけどね。ちょうどまあこのことをやられる前の段階でその富田さんのいわゆるサウンドクラウドというものがありましたよね。まあ今でこそそのサウンドクラウドっていうのはそのネット上の有名なプラットフォームになっちゃってるんですけど、それ以前に富田さんは富田サウンドクラウドという名前で、いわゆるまあ立体音響といっていいのでしょうかね。そのプロジェクトをやられていて、それは世界各地でいろんな場所でやられていましたね。オーストリアのリンツ市のドナウ川、これが初めてだったんですけどね。アルスエレクトロニカですね。まだアルスエレクトロニカは初期ですよね。日本人のアーティストもその後は本当に今回のレッドブルとかにも参加している池田良一とかいろんな人がまあ賞を受賞してるんですけど、それよりはるか前の1980年代の話、4年ですかね。4年か6年です。1984年ですね。4年ですね。でその時にドナウ川のほとりで8万人でしたっけ？集まってものすごい人の数が集まって富田さんの演奏を立体音響で聴くということですよね。富田さんってそもそもは一人で全部やられてるじゃないですか。機材をいじることもそうだし録音もそうだし、最終的なミックスも含めてで、まあ、よくそれは言われてることだけれども今だったら今ここに今日来てるような人たちも自分一人でパソコンを使って音楽を作るっていうのが当たり前になってるんですけれども、そういうベッドルームで音楽を作ってる人たちのまあ先駆け的な一人で全てをやるっていうスタンスという意味では、そういう一人で全部やるということに関して富田さんはどういうふうなつもりでやってたんですか？本当はまあ音楽っていうのはアンサンブルね、一緒にこうやっていくのがいいんだろうけれども、必ず意見の相違が出てきちゃう。とにかく参考にするものなし、手がかりにするものないわけですよ。相手が何考えているかわからない。やっぱり疲れますしね。しかも、両方がスケジュールが合う時間を合わせなくちゃいけないでしょ。で、一人ならば夜中の2時頃に目が開いて、ちょっと寝られないなっていう時には、工房へ出かけていって、そこで一人で作業すればいいわけで。だから、本当は僕は一人でやろうっていう気は特にはなかったんだけど、結果的にみんな逃げちゃったから、一人でやらざるを得なくなったわけですね。ただ、一人で、いや、今はもういろいろ周りに音楽が出てきたからね、シンセサイザーの音楽。いいんだけど、一人でやってると、果たしてこれをやってて、俺は大丈夫なのかなっていう。
これはスポーツマンもそうでしょうけれどもね、えこれにはやっぱりっていうのは家族いますから生活のことも考えなくちゃいけない。それはやっぱり息子や娘に対してはだいぶ迷惑をかけましたね。その欲しいものを買ってやれないっていう。お父さんが何やってるかわからない感じだったんですか？まあ分からんだろうね。でも僕がその今までやってきたその音楽の枠からはみ出しちゃったことを今日皆さんに、お聞かせしたいと思うんですが、はい。これがもしね、僕のやってきたことはこれが正解なんだとは僕は決して思っていませんから、だからそれはまだ途中の過程であって、だからあいつがそんなことやってるんだったらじゃあそれやって俺はもっとその先のなんか新しいことをやろうというふうになっていけばね、君どう思う？彼すごく遠慮深いんですよね。まあとにかくその途中であるという意識はやっぱり絶えずありますね。ただRCA レコード、日本のレコード会社はどこも取り上げてくれなかったんで、月の光を作った時ですね。はい。だけど1年4ヶ月かけてるわけですよ。で、モーブシンサイザーという非常に高価なものを買い入れちゃって、その周辺機器、テープレコーダーとかミキサーもプロ並みのものが必要ですからね。いやこれはね、今まで順調に来てた仕事も断らないとこれできないんですよ。でこの中ではそういう仕事をなさってる方もいらっしゃると思うんですけれども、親しくしてるディレクターからそのドラマのね、監督なりから、いや今度ねこういう画期的な映画をやるんで、それでこの間今その会議でね富田さんに音楽を依頼するということに決まったんですよ。喜ぶかと思いますよね相手は。こっちはもう一生懸命どうしようかこうしようかって考えて電話取るわけでしょ。今ねちょっとできないんですよ。何やってるんですか？電子音楽をエレクトロニックミュージックやってるんです。ほう。というかでなんかわからないけど、じゃあ今回は諦めるからこの次ねとか言って、それを2度断るともう3度は来ませんね。そうですね。これはね心配になるんですよね。だから自分一人がボートを漕ぎ出してね、真っ暗闇に、海に漕ぎ出していく夢を今でも見ることあるね。でいろいろなんかしないけど、暗がりに送りに来てる親しい友達なんかいて、その友達の顔が一人きり二人きり、いやあまり思い出したくないですけれども、でもやっぱり、そのアメリカの RC が取り上げますと、しかもそれがビルボードのチャートに上がってきた時には、いやこれが嬉しかったですね。そのアメリカの RCA にアプローチする時には何か何か策があったんですか？日本のビクターと RCA が技術的な提携をしていたんで、いわゆる日本人の中に RCA のディレクター、主要な人たちと通じてる人がいたんで、その人のおかげで、コミュニケートができたわけですね。ただね、その知り合いだったってだけではできないですよね。やっぱり向こうももちろん富田さんの音楽をテープを送ったりなんかしましたけどね。だけどアメリカの日本の認識っていうのは、1970年の頃は日本にはカラーテレビっていうのはあるのかっていうよっぽど文化が遅れてると思われてたんですね。冷蔵庫は霜取り装置がちゃんとついてるかっていうわけね。あれ昔の冷蔵庫ねスイッチ切って、なんか凍りついたものを取らなきゃならないけど、それは今自動でしょ。
その霜取り装置がついてるから、まあそんなことだったんです。70年代も半ばだったら日本の技術の方がすごかったじゃないですか、家電とかアメリカより。でも70年半ばにレコードは出したけれども、持ってくのはそれより前ですからね。あ、そっかそっか。だから70年すぐぐらいですよ。だから逆に、そういう偏僻なところ、文明なんか進んでないと思われたところからモーグ・シンサイザーの音楽を持ってくるやつがいるということで、興味を持たれたのかもしれないですね。逆に言うとそこはオープンだったんですね、アメリカの方が。日本のレコード会社はやっぱり難しかったわけですよね。そう、やっぱり日本のレコード会社は非常に保守的といいますかね。要するに以前ヒットしたからその後こういうものは出そうと。そこへこんなシンサイザーのものって前例がないでしょ。だから非常にレコード店に気を使ってましてね。ディレクターなんかはこれ面白いね、これは絶対俺がやるって言いながら営業なんかへ行くとちょっとなかなかうまくいかないらしくて、やっぱりあの話ダメでしたよなんてね。でもアメリカへ持って行って、これも運が良かったんですね。それほど政治的に計算があったわけじゃないんだけれども、でも結果的には良かったと思いますね。でもそのスティービー・ワンダーもそうですし、例えばコッポラ、フランシス・コッポラね。コッポラにも本当はなんか映画音楽を頼まれていたということもあったりとかして、地獄の黙示録、そうですね、カリプス・ナウ。はい。いやそれはワーナーだったんですよ。それで RCA が富田さんは契約があるからね。契約の都合でできない。できない。でフィリピンの撮影現場まで行って、結構話は進んでたんですけどね、最後にノーが来ちゃって、できなかったですね、あれはね。あれはでも音楽にもしついていたらすごいですね、そのサラウンドの感じと含めて。そうなんですよ。でその頃プラネッツがもうできていた頃で、そのコポラにそれ聞かしたら、このサウンドで音楽をやってくれって言われるんですよね、映画のね。じゃあちょっとそのプラネッツを聞いてみていいですか。どの辺やりますかね。なんか惑星ロケット発射のとこ結構この後時間あるんですか。まだ大丈夫です。はい。1曲目でいいですか。火星。そうですね。なんかトランシーバーでどれだろう。なんかやり取りしてますけど、ちょっと早めに。もうそういいかな。だろうね。いや、それいいなって。
これはこれも 5.1 チャンネルのサラウンドそうですね。ですよね。すごい迫力ですね、やっぱりこれで、で聞くと。これトランシーバー、はい今インターカムっていうんですかね、インターカム、はい、こうやって、はい、今の性能が良くなっちゃったんで、ああいう音し出ないないと思うんでですよね。すけれども、富士山の中腹5合目まで車が行けるんで、そこから電波飛ばして、それで一般道路でそれを受けたんですよ。それで、あんまりクオリティの高くないトランシーバーっていうのは、一旦空を飛ぶといろんなノイズを拾って帰ってくる。はい、そのノイズが欲しくてね、そういうことをやってみたんですけれどもね。いやー、全然知らなかったんだけれども、自衛隊の基地が富士山のふもとにあるんですね。あそこは電波飛ばしちゃいけないんです。自衛隊がね、はい、テープにね、記録を取ってて、その前にパポ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 っての入ってくるわけ。違法電波ですね。違法で。しかも、どこの国から来たか分かんない。宇宙から来たか分かんない。いや、そのうちに大騒ぎになるんじゃないかなと思って、半ばドキドキしながら半ば期待してたんだけど、何にもなかったですよ。何やってたんだろうね。これはそのホルストの惑星じゃないですか。ただ今聞いていただいたみたいにそのトランシーバーの音とかいろんな具体音が入ってきてますよね。で僕個人もその富田さんの作品として僕これとかあとバミューダトライアングルとか横尾忠則さんがジャケ描いているやつ、ああいう作品になるとそのいわゆるシンセサイザーでその既存のそのクラシックの楽曲をリメイクするだけじゃなくていろんな音が入ってきますよね。その辺がすごく僕は面白いなと思ってたんですけれども。やっぱりね、レコード会社っていうのは先にスノーフレークスダンシングドビュッシーで結構売れちゃうと、次も同じものを作ってくれ。時にはやっぱりクラシックをアレンジしたもののシリーズでってこう。で僕の担当したピーター・マンベスというディレクターが、スイーツトン・バッフを手掛けたディレクターで CBS コロンビアから RCA レコードに移籍してきたばかりなんですよ。そうするとやっぱり自分そのバロックでかつてレコードを売ったんで、やっぱりどうしてもそのあれがあるんでしょうね。その思い出といいますかね。だからどうしても同じようなシリーズで。いや僕もそれ決して嫌じゃなかったんでね。それでまあ喜んでやってましたけどね。ただそのこういった具体音とかのそのさっきのトランシーバーで飛ばしたりとかっていうものはやっぱり常に富田さんの中ではやりたいこととしてあったわけですか。そのいろんな音を拾ってくるみたいな。やっぱり普通ノイズっぽい音っていうのは音楽嫌がるんですよみんな。そうですね。そういうノイズがあった方がね、いっぱいノイズ拾ってきますからね。それは一回飛ばすと。いや僕はすごく気に入ってるんですよね、あの音はね。なんかいわゆるその実験的な音楽、そのノイズミュージックって今言われてるようなものとか、とはまた違ったスタンスで富田さんってそういったサウンドに関してもすごく意識があった人じゃないかなっていうふうに僕は思うんですけれども。それほど意識はしてないんですけどね。ただできてるものがとても面白いと思うので僕まあ結果的にそうなったっていうような感じでね。まあ頃も夢中だったですね。そのプラネッツをやってる頃はね、やっぱり宇宙の何か宇宙のどこかですでに今現在そういうことがやられてるという実況放送的な音ですよね。音自体音質はまあ決していいものばかりじゃないんだけれども、やっぱり実況録音となるとかなりいろんなねノイズが入ってくる。その実況放送的なそのまあコンサートですよね。でそ
それはやっぱりやってみたい。その宇宙っていうのは富田さんの中で一つこうすごくテーマとしてええあるじゃないですか。ええただその宇宙っていうのがなんか実際のその遠くにある宇宙じゃなくて、何かその先ほどのその進駐軍のラジオの放送じゃないですけど、ね、どっかその割と近くのところから聞こえてくるものも含めて宇宙なのかなっていう気が僕はしたんですが、なんかそれほど意識はしてないんですが、えただやっぱり子供の頃こう持った心みたいな、もう私82になりますけれども、なんか幼児性というかね、それは音楽には必要でしょうね。音と遊んでる感じですよね。そう、要するに遊んでる。うだから音楽を演奏する人のことをプレイヤーっていうじゃないですか。まあこれも一つのプレイですよね。僕はその富田さんと前お話しさせてもらった時に面白いなと思ったのは、音楽じゃないっていうようなことも言それはわれてたじゃもうしょっないですか。ちゅう言われてましたね。こんなものは音楽じゃないよ、邪道だよとかね。じゃあ音楽でなければない何かっていうふうに解釈すればいいわけで、音楽じゃなくてもいい。邪道、何をもって邪道っていうんでしょうかね。邪道って要するにこちらのメッセージが相手に伝わらなくていたずら音だけが聞こえる場合は邪道と言えるでしょう。何かが相手に伝わった場合はそれまた別なものではないかと思いますがね。あまりその自分から若い人に伝えるメッセージはないというふうにおっしゃってましたけれども、何かちょっとこれからこうやって音楽を作っていこうとしている人たちに対して一言あったらぜひお願いしたいんですけれど。そうですね、僕も音楽の基礎知識を得る機会が逆になかったね、戦時中で。だから竹見徹さんも同じだと思うんですよ。だからあの人の作、非常に技術性は高いですけれども、ちょっと普通の音楽とは違ったところから出てきたっていう感じでしょ。で僕はもうちょっとポピュラリティを持って、それでなんか自分の勝手な方向から湧いて出てきたというね。なんで特にここで画期的なことをやって世間をあっと驚かしてやろうとかね、そういう気持ちはあんまりないんですよね。だから好き勝手なことをやってきて、ただやっぱり出したレコードとかコンサートをやった時に相手に伝わってるかどうかっていうことはやっぱりすごく気になりますね。またその暗闇の中をボートでっていうお話がありましたけど、そこで続けていけるかどうかですよね。でもこれは覚悟しなくちゃならないでしょうね。音楽をやる以上はね。で新しいことをやる以上は、今までのこうやってきたことをね、伝統的なものを掘り起こす的なやり方はもうそこに一つの道筋があるんで、皆目見当のつかない方向に出るよりはあるなんていうかな、目鼻ついてるという安心感はあると思いますよね。じゃあ富田さん最後にこれはまだプロジェクトを今たくさんやられてるじゃないですか。ちょっと紹介していただいていいですか。これからまだやろうとしていることに関して、予定のことをちょっと聞かせてください。何かいくつかやられてますよね。そうですね。まだお話できるようなことはまだ話せないですか。それでやっぱり体力が弱ってくると困りますよね。前は3日も4日も徹夜して平気で徹夜したことを生きがってたようなところがあったけど、やっぱ80の声聞くとちょっとそうはいかないですね。あんまり無理をして若い頃のように徹夜をやると今度肺炎を起こしたりね、いろんな病気が出てくるんですよね、年取ると。
だから適当にこう休みながら、もし何か自分に発想があればね、それはどうしてもやりたいですからね。まあ神のみぞ知るという、神さんしか知らない。でもまあ僕はやっぱり興味がありますからね、何回やっていくと思うんですよね。体ボロボロになって年取っても。でも僕が一番驚いたのは、今も富田さんは一人で自分の管理をされて、いわゆるマネージャーさん的な人はおらず、本当に一人で全部連絡をやられてることが素晴らしいなというふうに思いましたが、結局はそういう時代になってくるんじゃないでしょうかね。そうですね。やっぱり音楽っていうのはもともと日本ではビアフォーシみたいにね、ビア一つで語って歌ってビアを弾いて、それだけで一つの音楽になってたんですよ。ヨーロッパでは辻音楽史、これはまあ一つのグループですよね。まあ人数が多くなるとその中で一つ意見が分かれてくるとかっていうんで、やっぱりこれはこれで苦労しますね。それよりは一人でやった方が。でその代わりボートを漕ぎ出していく、真夜中に漕ぎ出していくようなああいう夢を見たりですね、それは覚悟しなくてはならないでしょうね。今日の結論をつけるわけじゃないですけど、一人でやれと。まあ私は自分の経験からしか言えないんでね、結局そういうことになりますかね、一人で。やってみてください。でもオーケストラ、昨日オーケストラ、源氏物語のコンサートをやられたんですよね。やっぱり大勢が一つになって演奏するということ、やっぱりこれはこれでいいなと思いますよね。ただオーケストラの譜面を、僕はもともとオーケストラの譜面を書いてたわけですけれども、自分の書いた譜面がね、譜面書いてそれから音作りでしょ、そのシンサイザーの場合は。もう書いたらそれで印刷されたみたいにバーッと音が出てくるわけですよ。あれヨーロッパの文明っていうのはすごい合理的なことを誰が考えたんですかね、あんなこと。だって彼ら昨日まで聞いたことのないような音楽を、とにかく初見で弾いちゃうんでね。確かに合理的ですね。便利だなと思って入ってきました。なるほど。わかりました。じゃあ、もうそろそろちょっと時間なんですけれども、この後質疑応答で今日来ていただいている方に、質問をあればぜひお願いしたいと思います。これに関してはちょっと僕の方で進めていいんでしょうかね。質問がある方、ぜひお願いします。はい。富田さん、ありがとうございます。My question is, when did you start incorporating effects? いや、効果音という意識が私にはないんです。だからこれが楽器音でこれは効果音っていうのがなんかね、そういう、時代を過ごしてきたせいかなんか区別がないですね。だからもう音楽だと思って全て扱ってますけれども、よろしいでしょうか。It's kind of, somewhat. More like, did you use like the eventide harmonics, the 910, 949, that kind of stuff with the Moog synthesizer? Or did you just start with Moog synthesizer with built-in effects?
今おっしゃった90いくつとか、それはモジュールの名前のことですか？あ、そこにいらっしゃる。こうやってあげていただかないと。Yeah, well, um, yeah, like rack units, or were you using, was the Moog synthesizer you had have the effects in it? Yeah, were they like part of the system? Like just like all the delays and all that stuff. Like delay. いや、ディレイの機能っていうのはないですね。だからテープでディレイを起こしてするとか、まあ今はもうディレイのそういう装置ありますけどね、リバーブに。あの頃はなかったんで、テープの録音ヘッドと再生ヘッドの違いのディレイなんかにしてそれを使ってましたが、ただモーグの中にはもし効果的な音というならばピンクノイズ、ホワイトノイズだけですね。あとは全部音程がはっきりした音で楽音になりうる音ですね。オシレーターが出てくる音は。いや、ちょっとそれだけじゃなかなか納得していただけないと思うんですが、とにかくね、あれ。No, that's okay. I think that's good. That answers. I have one quick question, one more. Did you ever meet Walter, Wendy, Carlos in person? はい。ありません。ありません。まあ、当時は日本は非常に円安でしたから外国へ行くっていうことは莫大なお金がかかることで、RCA にテープを持っていくのがやっとでしたね。だから会うことはありませんし、ただね、非常に悪いけれどもワルダー・カーロスから売るところはなかったんです。会うまでですね。会っていろいろ教えを請うとかっていうところまでは自分の行動範囲がいってなかったような気がしますね。ただモーグ博士には会いたかったですね。素晴らしい人ですね。あの人は朴訥な。まあ亡くなっちゃいましたけどね。いや本当に僕ね、モーグ博士にお会いした時には普通クラシックの場合、まあ作曲家はもうほとんどベートーベンでもモーツァルトでもこの世にはいないですよね。それからストラディバリウスだとかピアノもスタインウェイだとか、そういうかつてすごい名器を作った人たちは今やいないんですよ。だから相談してどうしたらもうちょっとそのピアノの音色としていい音を出せるのか、バイオリンとしていい音を出せるのかっていうのは質問できないのにいるんですよ、制作者がね。これは会った時には感激しましたね。ありがとう。いやどうも。富田さん、ありがとうございます。はい、今日はとても楽しかった。僕の一番好きな富田さんのどこかはい、はい、こんにちは。はい、僕の一番好きな富田さんの歌はアラベスク一番。そう今は皆さんと一緒に聴きたい。大丈夫？アラベスクをですか？アラベスク。はい。CD がありますか？大丈夫？じゃあサラウンドではい。聞いてください。
それですね。3番目でしたね。3番目だったっけ。あ、そうでも、あれでしょう。ん鐘の音の次にアラベじゃスクがあかけますね。1番はスノーフレークスアダンスなんですよ。3曲目ですよね。あ、そうか。はい。あ、いや、1番っていうから、トラックの。いや、ありがとうございました。この途中でなんかおじさんみたいなパポパポパポっていうのが出てきたんですが、これね、なんか喋らせようとして失敗したんです。結局、モーグシンサイザーで喋らせようとしたのは、パピプペポが出るんですね。
あとはボカリーズのあーとかおーとかでしたね。彼が喋らしたんで、初音ミクに先を越されました。いいですか？ Yeah. Mr. Tomita-san, domo arigato. はい。I was, did you have like a conscious approach when you rap these Western melodies, you know, the Fossis on the Claro de Lune, or you was just intuitive? You just love the music and just want to recreate it, you know, or it was conscious? It was you want to do something with this melodies? I don't know. That's what my question. やっぱりさっきもお話ししたように、ワルター・カーそのスイーツンバッハの対抗意識があったわけですね。それでそれとは違うものという、それで確かにバッハの曲はドイツ音楽の最たるものですけれども、ドビュッシーの場合は随分東洋の影響を受けてるんですね。特に日本からの影響、パリの万博で日本からいろんなものが行った、その影響はかなり受けてると思うんです。でそれは僕は東洋人として何かそのピアノ曲でもいろいろそれドビュッシーの曲から感じるところがあって、じゃあというわけでドビュッシーをやってみようという気になったのがきっかけです。With your composition, were you looking into older script, you know, by like people like Arnold Schoenberg, Vincent Persichetti, and their books like 20th Century Harmony and Structural Functions of Harmony? Were you aware of those things? Like, you know, was that something you were interested in? 興味はあったんですけれども、指導者について学ぶっていうことはありませんでした。ただ私が出た日本での慶応の大学っていうのはその友達の中に音楽青年みたいなのがいっぱいいて、ちょっと生意気でしたけれどもね。でそういう中にいるだけでいろんな知識が備わってくるみたいなところがあったわけです。今でも多分そうだと思うんですけれども、竹光さんの場合は進駐軍のキャンプ、米軍の基地のキャンプに行って、そこでいろいろその今流行りのレコードをかけたりして、そこから知識を得たところが多かったらしいんですが、そういうふうにどちらかというと自然に入ってきたっていうような感じですね。っていうのは対法っていうのは一つの技術がいると思うんですよ。一つのメロディーに対し対旋律、それも一つのものを何かを表現しなくちゃいけない。それは一つの技術ですね。しかもそれはちゃんと調和した和音の中でそれが構築されていなければならない。ところが和音そのものっていうのはキーボードを弾けば自分で確認できるので、いや実は僕はムソログスキーの曲が好きで、それでムソログスキーの音のこの重ね方ですね、なんかちょっと普通のチャイコフスキーなんかとは全然違うやり方をしていたんで興味があったんですが、そうしたらムソログスキーっていうのは音楽理論を知らない素人なんだと、あんなものやったって何にも売るとこないよというふうに、ある友達とかあるいは音楽を音楽部っていうのはなかったですけれども、音楽に興味を持った先生なんかにはそう言われたんですね。ところが
音楽的にはなってないかもしれないけれども、つまり邪道っていうことですよね。その素人が勝手に作曲をしているという。まあその頃は日本はドイツ音楽一辺倒だったですから、やっぱり理論だった頃ですけれども、でもそれは合ってないかもしれないけど、聞いてて面白いんですよね。何かあの和音っていうのは。で結局ムソロフスキーなんか自分でこうピアノを弾いて音を探って、ああこういう音を使ってるんだなっていうようなことは、自分では研究しましたけれども、ただそういうそれからジャズですね。ジャズのコードは綺麗ですね。素晴らしい。もうグレン・ミラーなんていうのはもう本当に舞い上がった、もう気持ちが舞い上がってしまったんですが、あれのコードはね、ただ聞き流してるとなかなか聞き取りにくい。で考えましてね、そこのコードのとこだけどういう積み重ねになっているのか、その知りたい場合はテープレコーダーのそのあたりの音を録音して、それで非常に短いループを作ってですね、そのコードだけがこう毎回鳴るようにして、それでこの音が入ってるこの音が入ってるっていうふうにして探ったことがありましたね。そんなようなことをして覚えてきましたね。ただやっぱりドビュッシーのハーモニーも非常に魅力あるハーモニーですので、譜面は買うことができたんで、そちらから得た知識もありますけれども。いや理論は嫌いだったですね。だから僕は音楽学校行かなかったんで、とにかくそれをやらなきゃ作曲ができないみたいな、頭のすごく固いそういう先生が名を連ねたんで、これはとんでもないところに深入りしちゃうなという気持ちがありましたね。それよりやっぱり自由にやりたいというね気持ちがありました。Thank you. Right on. よろしいでしょうか。Hello, one. Hi, sorry. Hi. As you said, you encountered many, not problems, but difficulties with your first Moog in the process of making music. And with the progress of music technology, did you ever think of remaking your first records? Or to your mind, it's like a piece of art and stuck in the course of history. ですのでレコード会社は違いますが、結構リメイクをしました。プラネッツのやっぱり今聞くとやっぱりまだ昭和の頃ですから技術的に至らなかったようなところが作った本人からすると気になるんですよね。でどうしてもやっぱり直したくてリメイクはしています。これがドビュッシーの曲ですね。これはプラネッツです。あとさ、これがなんか売店かなんかで売ってるんじゃない？まあいいですよ、余計なことです。Sorry, I've got a question over here. Thanks so much for taking the time to be here. It's been great. And the music, of course, over your career. Can I just make another unoriginal request to listen to Claire de Lune from Snowflakes Are Dancing, please? そうですね。それは嬉しいです。これはスティービー・アンダーが日本へ来た時にその雪の降るところへ連れてってほしいと言って、僕は新潟の方ですか
あるいは福井の方かな。で、まあその頃は僕は旅館でしたから、やっぱりスティービー目が見えない不自由ですから、トイレ一つこう行くのにも大変困難な状態で、そういうことに割と日本の旅館っていうのはその当時は配慮されてなかったことが一つと、それからさあ行こうという時に猛烈な雪が降っちゃって汽車が止まっちゃったんですね。でその撮影行けなかったんですが、ただスティービーはなんかこう日本の雪を味わってみたいということは言ってました。で僕もこれはね、昨日のあれ「源氏物語」も雪のシーンが出てきて、これがオーケストラですけれども描いた部分があります。でこれは僕の完全なオーケストラです。シンセサイザーは、まあ、ちょこっと入ってくるかもしれないんですが、ほとんどオーケストラの、大体90人ぐらいの編成のオーケストラですが、その中にはまあ雪の描写みたいなのがありますけれども、まあとにかくシンセサイザーは別ですから、じゃあこのスノーダンシングをちょっとかけてみますね。リクエストあったので、Claire Dillon. It's not working. No. Hello. Test test. Yeah. No. It's the wrong track. It's Claire Dillon. The other. It's the second last track in the CD. Claire Dillon from Snowflakes Are Dancing. Yes. これも僕に喋らせたかった。月の光の中にありますゴリオクの稽古。Ah, yeah. Sorry. ゴリオクでいいんですね。Sorry, just play the one before. Just play the one before. You're right. No, just get them to play the one. Just get them to play the one before. The track before was cool. パスペーですね。The song at the start was right. I just didn't recognise the intro. No, the one before. あ、違う。The first track we played. I just didn't recognise the first. ここは Yes. I think this was. I mean, we can listen to it all.
じゃあもうそろそろお時間なんでこれでレクチャーを終わらせていただきます。今日はありがとうございました。もう一度富田勲さんに拍手をお願いします。